温かい飲み物でもどうだ？ああ、ありがとう店長。ゴルカに付き添ってなくていいのか？あの子なら眠ったよ。3日前からほとんど寝ていなかったからな。夜の店番中に気づいたんだが、あの子は夜中に 2、3 回驚いて目を覚ましてた。しかもそれは私がたまたま目にした回数に過ぎない。肉体はともかく彼女の精神はごく普通の人間だ。何の準備もせずに突然逃亡を続けることになったんだ。昨日なんか一日中缶詰を数えるほど緊張していた。実を言うと今頃になって疲れが出てきたことに驚いている。よく言えばようやく気が抜けたんじゃないか？だったらいいんだが、昨べからずっと何か書いてるな。日記か？日記を書く習慣はないよ。盗み見されそうだからな。単なるメモだ。今までの手がかりを結びつけられないか試してる。結論は出たか？結論がどうというよりも推理みたいなもんさ。そういう表情には見えないな。私が雑然とした手がかりを一晩考え続けたら、今の君より3倍は見苦しい顔になる。俺はただ知らないことが嫌なだけだ。それで最大の手がかりはゴルカの記憶喪失にあると思うんだ。現時点の情報だと彼女は記憶を失っても読み書きの能力は残る。かなり限定的ではあるが人間社会の常識だってある。知識は無から生まれない。なら店長が今まで目にしたゴルカの知識は彼女の肉体を改造した人物によるものであることは明らかだ。ゴルカは肉体を高度に改造されカティアで生きる常識を授けられたが、自分に関する知識だけを全て忘れた逃亡者だ。ここまでは現状をまとめたものだ。店長、記憶喪失について知ってるか？医学的な解釈なら一種の防御規制として、大きなトラウマや外部からのストレスにさらされ脳が物理的に損傷していない場合、その刺激に関する記憶や自身の全てを封じ込める。そして自己意識が空白の現代人が出来上がる。つまり医学的に言う解離性健忘だ。ゴルカの状況とよく似ている。そうだ。でもよく似ているだけじゃない。この疑問は彼女が肌身離さず持っている日記から思いついたんだ。余計な仮説を立てずに考えてみよう。この日記の最初は記憶喪失前のゴルカが書いた。そして日記の冒頭は、昨日から私は自分がしょっちゅう意識を失っているらしいってことに気づいたの。目を開いたら知らない雪原に倒れているのが分かった。目覚める回数が増えるにつれ覚えていたことも頭から消えていくみたいだから、この手紙を保険として残しとくね。確かにゴルカは、以前のゴルカは自分が記憶を失う過程を認識できている。それに店長の話だと今のところゴルカの精神状態は安定していて記憶喪失にはなっていない。俺たちは精神科医じゃないけどこれは明らかな異常と見ていいと思う。でも個人的な理由で俺は典型的な記憶喪失のケースを目にしたことがあるんだ。その中にこんなものがあった。適合率テスト中の誤操作やテストそのものが事故で中断されることによって被験者が記憶喪失に似た状況に陥ることがある。通常こういった記憶喪失には明らかな兆候が伴うため速やかにモニタリングを行い治療の手配をする。端末がないから完璧に復唱できないが意味を分かってくれればそれでいい。
適合率テスト。信じられない。君はまさか背後にある巨大組織がアイギスだって言いたいのか。そんなことが。この分野の技術研究をしている別の組織かもしれない。だが可能性は確かにある。アイギスはこの点で完全に信用できる組織じゃないだろう。この時代に合わせて設立された世界政府とはいえ、結局は人の集まりに過ぎない。人が集まると一枚岩になるのは難しい。君の口からそんな話を聞くとは、反論する気力も失せるな。前にそう思わせる出来事があったんだ。詳しい事情は聞かないでおこう。10年後にコーヒーを買おうとして逃げてきたやつに突然路地裏で殴り殺されそうだ。はっきり言っていいか。私たちがこの件を処理したとして、私にもどうしていいかわからない。私は常に万事に備えているように見せる努力をしている。だが一昨日の夜まで私はバーを経営する退役軍人に過ぎなかった。君がこのことを教えてくれなかったら、私は善良な上司がここを見つけてくれるのを待つことしかできないと思っていただろう。それが済んだら彼女をアイギスに引き渡すつもりだった。で、何事もなかったかのように戻ってバーを経営するのか。払いたくもない修理代を払えればな。でも人生は簡単に私を逃がしてはくれないようだな。最初私は単調な日々を受け入れられず、街角で起こるいざこざに口出しするようになった。後になって厄介ごとに首を突っ込んでしまったと気づいても、運を当てにして良き上司に任せようと思っただけだった。彼女に解決できない問題などないからな。何かをしようとするポーズだけで結局は解決できない問題を別の人に押し付けるんだ。アイギスを疑うだなんて考えたこともなかった。全てがいとも簡単に崩れていくようだ。そうは思わないか。私は何をするべきなんだろうな。つまり私に何ができるんだろう。店長はどうしてゴルカを助けたんだ？街で活動する仲良しの隣人になりたかったからか？目の前にいたからだ。手の届く範囲で誰かが助けを求めていれば、助けるのが人情というものじゃないか。なら迷いなく俺とゴルカを連れて逃げたのは？逃げないと全員あの場で死んでいたからだ。直前まで生きていた人に目の前で死んでほしくない。これ以上の理由があるか？だとすれば今の状況だって変わりない。店長がゴルカを救いたいと思うから彼女はこの部屋で眠っている。追っ手はまだ来ていないし、発信機も正常に動いている。取り返しのつかないことなんて何もないだろう。確かに今の状況じゃアイギスですら完全に信用できるとは言えないが、さっき言ったようにアイギスは一枚岩じゃない。諦めを知らないマッドサイエンティストみたいなやつもいれば、反対に信用できるやつもいる。主導権をこっちが握ってさえいれば、もっといい方法を見つけてやれると思わないか？ナビゲーターはそういう人間を知っているのか？そうだな。いや、候補者リストはある。つまり選択肢がはるかに多いってことか。君はアイギスのナビゲーターだ。組織内部については私より詳しいだろう。私自身でさえ何と対峙しようとしているかわからないのに、君は信頼できる人間まで決めている。考えたことがあるか？君が何かを選択するとき、その自信はどこから来るんだ？
自分と背後にいる信頼できる人たち、どちらをより信用している。もし君と出会っていなければ、あの忌々しい夜、君が気まぐれに私の店に来なければ、私はこんな人物に出会えただろうか。何かに期待を持てただろうか。私はまるで勝手な思い込みの英雄ゲームに溺れた愚か者みたいだな。すまない。君の言いたいことはわかるが、私は口下手でな。一発殴ってもらった方がいい。いや、店長を完全に否定するつもりはないよ。選べるなら俺は支えてくれる人を投げ出したくない。彼女たちがいるから俺はいつもためらわず決断できる。それは確かなんだ。一匹狼でいることが習慣になったやつも知ってるが、まあ語るほどそいつを知ってるわけじゃない。でもそれは例外だ。人は誰かと支え合って生きている。この点はみんな同じだろう。店長、よく思い出してみるんだ。ゴルカの状況を知ってエフゲニアに連絡すると決めた時、お前は彼女と背後にあるアイギスのどっちを信用した？君には負けたよ、お兄さん。これほど年下の若者から逆に励まされるんだから、私も早く隠居した方が良さそうだ。言っておくが、これは君への悪口じゃない。だが君のような生き方はきっと早死にするだろうな。完全に悪口なんだが。これは思いやりだ。意味は自分で考えるんだな。この前の馬鹿げた質問を覚えているか。2つのチームのうちどちらを先に助けるかってやつだ。軍にいた頃は毎日そんな問題に直面していたように思う。一方では私たちが現在を撃退したことでいい生活を送れるようになった者たちについて演説する。その一方、すぐ目の前には真っ二つに折れた足を抱えて助けを呼ぶ者がいる。そして頭上にはビルほどの大きさの敵が隊列を組んで向かってくる。最初私は前者を優先していたが、そのうち後者の全員をできる限り救おうと思うようになった。より完璧な計画を立てたり、必死に廃墟から担ぎ出したりしてな。結局自分の行動を定義づけようとすればするほど、自分には何も見えていないと感じるようになった。君が正しいのかもしれない。境界線など引くべきじゃないんだ。どうした？聞き間違いじゃない。地上で物音がする。ナビゲーター、ゴルカを起こしてくれ。そしたら貯蔵室に行って身を守るものを持ってくるんだ。この地下室は他に入り口がない。ここさえ守れれば。くそ。うわ、ベタベタのスパイ映画みたいだね。次の展開は私がテビサの背後から銃を取り出して彼女に突きつける。それからその姿勢を保ったまま話を始めるって感じ。提案があるの。彼女のせいで雰囲気が台無しになる前に同時に銃を置くのはどう？いいだろう。久しぶりだな、隊長。まだその呼び方をやめないの？ま、好きなんだけどね。
久しぶりだなイスカ。あんたの信号はいつも通りすぐ分かった。ああ、こっちはテベルだ。私の。テベルだ。姓はない。リングゴアの現役ドライバー兼この人の臨時世話係ってとこね。あなたの記憶力が良ければだけど、私たちは4年前に会ってるよ。確かに見間違いそうだった。前はショートヘアだったと思うが。この方が毎日の仕事にぴったりだからね。挨拶はこの辺にしない？この地下室でしかできない話ってのを知りたいの。私よりもその問いに答えるのにふさわしい人物がいる。どうせ望もうが望むまいがここに集まることになるんだ。情報交換といこいや、リングゴアのお二人さん。ナビゲーター？う。悪いが先にドアを閉めてくれ。外の冷気が流れ込んでくる。とにかく状況はこんな感じだ。思ったより複雑なことになってるな。イスカがあの連絡信号まで持ち出した時点で予感がしてたんだ。テビさ、あんたは何か分かった？あんまり精密な機械構造だってことはわかるけど、こんなに精密だとかえって分析が難しいのよ。この提案を飲んでくれるといいんだけど、丸ごと分解してみていい？店長、この人私の腕を分解したいって言わなかった？子供を怖がらせるようなことを言わないでくれ。同意できない。100歩譲って分解すれば確実に何かがわかるとして元に戻せる保証はあるのか？急に黙り込まないで。怖いってば。それはそうとエフゲニア、使用ってことでカティア支部に外出申請を出したのか？そうだけど、どうかした？ならテベルダも同じ理由か？確か去年のクリスマスの一件以来、カティアでは使用によるドライバーの外出申請に相当厳しくなったはずだ。よくこんなに早く駆けつけたな。多分私たちの指揮系統の一部がセイレーンに属してるからかな。カティア支部の承認担当者は私たちにちょっと寛容なんだ。俺の記憶が正しければ、お前は法律上こいつの養母。身元保証人って言い換えて、それなら彼女あんまり気にしないから。難しいな。どこに隠れてるか分かんない組織と比べれば健在を倒す方が分かりやすいよ。ここのアイギス部門にこのまま処理を任せるつもりか？サボりたいならそうするだろうな。でもダメだよね。多分無駄だろう。アイギス支部の実験室だろうが、巨大化技術を研究できる巨大組織だろうが、俺たちがオフィスに駆け込んだ瞬間に目をつけられると思う。なら直接この子をカティア箱舟まで連れて行かないとね。もしそれでいいならイスカは。お前のそんな顔珍しいな。頭を使うのは苦手なんだってば。普段は別の人に任せてるんだ。それに訳もわからないままカティア箱舟に解決を丸投げするんじゃ何かが抜け落ちてる気がする。頭が痛い。何でもできるって言わなかったか？待って、思いついたかも。襲撃者はまだあんたたちを追ってる可能性があるって言ったよね。可能性は高いな。店長が巻いたとはいえ、あいつらが諦める理由にはならない。今はこっちの人数が多いとはいえ、
襲撃に備えておいた方がいいだろうな。そっか、それなら方法があるかも。どういう意味だ？テビさ、前のあれ持ってる？あのお高いやつ持ってるよ。ベルトのポーチに入ってるけど。じゃあ準備して、すぐ使うことになるかもしれないから。よし、オッケー。ナビゲーター、よく聞いて。何の音？遠くみたいだな。山崩れか？いや、地雷だ。隠れ家の周りに地雷を埋めたの？閃光弾に細工をして作った警報ベルみたいなものだな。当たっても別にどうってことはない。つまり君たちはここへ来る途中追跡よけをしてなかったんだな。だってここに来るまで追っ手がいるなんて知らなかったんだ。それにここには雪が積もってる。追跡よけなんてできないよね。言い訳はなし。やることはやるんだ隊長。ちょっとひどくないか？つまり追っ手に見つかったってことね。相手は何人？バーを襲撃した時は2人。今回はもっと多いかもしれない。4対2ね。まったく当たり前のように俺を戦力外扱いするんだな。当然でしょ。あれはカーチェイスができる人型兵器よ。あなたにあいつらの相手をさせて何かあったら私のドライバー生活もそこでおしまいなんだから。確かに正面対決しようとは思っちゃいない。だが何もできないわけじゃないだろ。エフゲニアが説明する暇すらなかった方法ってお前が持ってるそれのことか？使い方知ってる？マニュアルを見たことがある。それでも心配なら各種状況での使用訓練を受けたことがある。人型兵器と対峙しながら照準を選ぶと失敗しないか？一部手伝ってやろうか？わかった、そんなに言うなら。でもあなたがこの部分を担当するからにはこれの経費もあなたが負担することになるんだけど。撤回だ。こんな時に人の金を騙し取るような真似をするな。ケチね。